おはようございます。今回は2024年10月中旬に行った那須岳の動画です。ただいまの時刻は5時半前です。友達が運転してくれて朝5時ぐらいに登山口から一番近い駐車場である峠の茶屋駐車場に着いたんですけど、紅葉時期の那須岳って大人気で、案の定満車でした。ロープウェイを使わない方はこの駐車場が空いてればベストです。で、その下にあるのはロープウェイを使う方の駐車場なので、そのさらに下にある大丸っていう一番上の駐車場からは歩いて20分くらいの場所にある駐車場に止められたらいいかなと思ってたんですが、なんとこの日はここも早々にいっぱいで、そのさらに下にあるファミリースキー場の駐車場に車を止めました。ちなみに駐車場所に関しては峠の茶屋駐車場の入り口におられたスタッフさんにファミリースキー場の駐車場に止めてねと教えてもらいました。というわけで30分くらい歩いて、まずは登山口を目指します。車道脇にある遊歩道みたいな登山道を歩いたり、車道に出たりを繰り返すんですが、紅葉時期は早朝から車の行き来が多いので、どうぞお気をつけください。今見えてきたのが登山口から一番近い駐車場の峠の茶屋駐車場です。那須岳は登山を始める前から紅葉の名所としてずっとマークしていて、今回念願かなってくることができたので、今日は欲張りプランで時間が許す限り歩きまくりたいと思います。青空だ。めっちゃ晴れたね。朝一は稜線に雲がかかってましたが、だんだん取れてきました。すごい強いね。まずは旭岳三本槍岳の方面に進みます。この日は雲海がとても綺麗でした。紅葉ロードを振り返って後ろに見えるのが茶臼岳です。那須岳っていうのは総称で、茶臼岳、旭岳、三本槍岳などをまとめて、那須岳、那須連峰と呼びます。那須岳というピークは存在しません。那須連峰の主峰が茶臼岳です。岩場があります。しっかりした鎖がついていて安心感がありますが、とにかく風が強かったです。那須岳は地形的に風が強まりやすい山なので注意が必要です。トラバースもありますが、道幅がそれほど狭くないし、丈夫な鎖もあるしで危ない感じはしませんでした。まずは旭岳に登ります。電車どこかな。旭岳から見る茶臼岳がなかなかかっこいいです。旭岳のピークから下る部分は足元がちょっとゴロゴロしてます。綺麗。空気が澄んでいて遠くの稜線まで見渡せます。山肌が綺麗に紅葉してます。那須連峰、また違うルートも歩いてみたいです。次は三本槍を目指します。立ち位置が変わるとまた見え方も変わるし、山の紅葉がダイナミックでとにかく素晴らしかったので、頻繁に振り返ってしまいます。なかなか前に進めません。1900メートル峰は旭岳と三本槍岳の間にあります。ここからは一旦ぐっと下がって、その後ぐっと登ります。
でも意外と近いかもね。なんかもっと遠く見えたけど、これ降りて上がるんだよね。オッケーオッケー。よいしょ。下り切った部分から見る紅葉も良かったです。細い道が続きます。振り返っての茶臼岳と朝日岳、ここからの景色がすごく好きでした。三本槍岳に到着しました。山頂にはたくさんの方がいました。三本槍の山頂で少し休憩して来た道を戻ります。稜線歩きが最高すぎます。岩々のところを慎重に降りて、次は茶臼岳です。3連休ということもあって、登山者がいっぱいです。茶臼岳まではずっと登りが続きます。すでにたくさん歩いた後なので結構足にきました。茶臼岳の山頂が近づいてきました。あれ山頂で、ここは百名山です。三角点は山頂からロープウェイに向かって歩く途中にありました。ロープウェイを使って登ってくると、到着地点がすでに茶臼岳の9合目なので、本格的な登山装備じゃなくても山を楽しむことができます。ロープウェイ駅までの下りがザレザレで派手に転びました。お手洗いを使わせてもらうのと、休憩のためロープウェイ駅に立ち寄ります。いざ本命のひょうたん池に向かいます。こっちがこれから歩く方面です。ここも綺麗に紅葉してます。乳母ヶ平から見る茶臼もかっこいいです。ひょうたん池への分岐です。木道を歩きます。那須岳に来たら絶対見てみたかったひょうたん池のリフレクションは、朝一だと逆光になると聞いていたので、あえて一番最後に行きました。夕方行ってみたら光の具合が最高だったし、全然混雑してなくてゆっくりできました。茶臼岳は活火山です。すすきがいい演出をしてくれていて、秋感マシマシです。朝からずっと壮大な景色を見て、紅葉もいいタイミングで大満足な一日でした。